ここのボイドマターも暴走しかけてるみたいですね。急いで寝室まで行かなくちゃ。あのページ、たまには家に帰ってくるようにしか書かれてないなんて。やっぱりそうでしたか。ごめんなさい。でもあの物語と同じように魔法というものはまたここに戻ってきちゃいましたね。エレベーターが閉鎖されてしまいましたか。まさかそっちから回って。ラーニャ、いつからそこにいたんですか。嫌な姿をしてますね。ラーニャ、とっくに教えたはずだ。違うか。何の声。世界は崖だ。そして文明は歳月を乗せた列車。攻撃が全く効きません。実体を持っていないようですね。なるほど。見つめてさえいれば脅威にはならないということですか。深淵に落ちゆく時も本来の順序を保つのだ。ロックされてるなんて。でも緊急用の鍵があるはず。人は真っ先に道徳を捨てる。次は感情だ。そして最後に信仰を。ついには何もかもが廃墟のような抜け殻しか残らない。いい加減消えたらどうですか。一度そこにいたお前ならわかるだろう。手を伸ばしたところで自分を始末するものさえつかめない。落ち着いて震えないように。ターニャ、向こう側から回っていけるはずです。そしてそこはお前がいずれ沈む休憩所となる。一
気に抜けましょうか。人間の命は冬の麦のように脆弱。しかし苦しみを味わった名は後世に残る。それがどうしたんです？彼らに言わせようか。私はかつて虚無に包まれながら生きていたと。私は嫌です。来てください。私はもう隠れませんから。ここにいてどうか許さないで。破壊！全てを溶かす！静かに。ここですよ。面倒ですね。どうか見つめないで。走るのは疲れますね。嫌な実験端末ですね。走るのは疲れますね。かわいい。笑ったらもっと人気になるかもしれないですね。私は2年間人間を観察してきました。彼らの喜びや悲しみ、それらの感情が人の存在を形作っています。だけど感情を形作るものと私たち3人ずーっと親友でいようね。どうして私はこんな顔を。心なんだ、ダーニャ。自身を定義するのは出自じゃなくて自分の心なんだ。はいそうですか。知らない間になら決着
格をつけましょう。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Danya. Happy birthday to you. 確かにそれも悪くありませんね。でもごめんなさい、ダメなんです。ただ一つだけやれることがあります。私も含めて虚無に帰るべきです。そういえばケーキを食べ損ねましたね。ちょっと残念です。連携だっただろ。レビアタンの周波数なら灰になってもわかるからな。すぐに捕まえられるぞ。お疲れアブ。いいっていいって。水臭いな。早速入ってみるか。漂白者さん、あなたがここに着いた時には全てが終わってるでしょう。ごめんなさい。結局こんな形でしかお別れを告げることができませんでした。ここはフラクトシデスのラハイロイ計画の始まり。組織長が初めてアレフ1と連絡を取った場所です。同時に私が作られた場所でもあります。フラクトシデスが残していった名式のかけらを持っていきました。これ以上ここにあっても余計な不幸がもたらされるだけですから。実験データはスペーストレックコレクティブへのお礼として残しました。本当は思ってたんですよ。全部あなたに打ち明けようって。でもプレゼントというものは時々場違いになってしまいますからね。あなたの心配通りページが抜かれた時、私は
組織長から最後のメッセージを受け取ったんです。今の私はアレフ1とソラリスをつなぐ最後のアンカーになってます。つまり私が死ねばアレフ1のかけらも消えます。それは私が受けるべき報いだって前は思ってました。でもそんな結末はシグリカちゃんやナスターシャ、そして全ての人を救おうとしているあなたにとって何を意味しますか？あなたを一番手強い相手だと考えてる組織長にとって自分自身の心をあなたが裏切ったことは名式のかけらよりも価値を持つでしょう。長い長い挫折と失敗を味わった上にあなたも彼女と同じ道を歩む可能性を意味してるわけですから。でもあなたが本当にページを取り出したならかけらは情報を受け取ってから暴走します。かけらは私を探し本能的にアレフ1と連絡しようとするでしょう。だからこそ考えれば考えるほどあの時あなたの言葉を遮っておいて正解でしたね。どこからともなく現れたフラクトシデスの子供がなぜか名式の実験体に物心ついた頃から言われ続けてきました。お前はその瞬間のために存在してるものだ。何度も何度も自分に聞きました。私が経験した全ての出来事に意味はあるのか。答えは常に見つかりません。私の誕生も苦痛もあがきも死も全部意味がないんです。だから初めて組織長からあなたについて聞いた時本心から嫌いになりましたよ。漂白者さんのこと。そんな人が本当に存在してるならどうしてずっと苦しんでる私の前には一度も現れてくれなかったのかって思ったんです。まったく全てが終わる時になって目の前に現れるだなんて。何よりも許せないのはあなたが関与してきた出来事はなんでいつも理不尽なんでしょうね。こんな出会い不公平ですよ。だから別れも告げずに去っていったことどうか許してください。これだけは自分で決着をつけたかったんです。私からすれば漂白者さんの生き方はあまりにも悲しすぎます。あなたみたいな人が二度と奇跡を起こせなくなる日が来るなんて想像するだけでも悲しくなりますよ。あなたは皆さんから漂白者と呼ばれているのに自分がどこから来てどこへ漂白していくのか分かってませんよね。たとえ理想を叶えたところであなたの幸せはどこにあるんですか？組織長の言葉の意味はよく分かってないです。未来だとか進化だとかいくつもの時代の後の出来事だとかさっぱり分かりません。アレフ1の前ではあなたには死んでほしくないと思っただけです。せめて組織長のような生きること以外何も
も持ち合わせていない人に殺されてほしくなかったんです。ただ一つ予想外でしたね。嫌いだったはずのあなたと過ごした時間は今までに経験したことのない楽しい時間でした。誕生日として一日を過ごすのも、虚無から襲い来る恐怖を忘れられたのも初めてだったんです。それに嘘偽りのない心で接してくれる人に出会ったのも初めてでした。この気持ちはどう説明しましょうか。やっぱり嫌いでいいんですかね。次はボイドマターにどこへ連れて行かれるのか分かりませんけど、もしやり直すことができるなら、私はナスターシャが言ってた町へ行ってみたいですね。ボイドストームも存在しなければ、太陽の精霊もいない場所に、それから違う学科に進んで授業中に居眠りをしたり、これから出会う全ての食堂に売られてるケーキを食べてみたりしたいですね。そして何度でも私はラハイロイに皆さんのそばに帰りたいです。あの時あなたが口にできなかったこと、今度会う時にでも教えてくださいね。あ、大事なことを言い忘れるところでした。実はあの変化の力を含めて組織長が使ってきた手札はいずれも彼女本来の共鳴能力じゃありません。本筋から派生した能力と言いましょうか。実は制限があるみたいです。身分を乗っ取るためには対象を長期的に観測して解析しなければいけないんです。もし私の姿になり変わってあなたと話す日が来るとしたら、すごく気持ち悪いですね。そういった時に備えて合言葉でも作りましょうか。今度会う時までには口癖になってる嫌いを全部好きに変えておきますよ。そうでした。誕生日ケーキ半分どうぞ。残り半分は私のために残してくれてもいいんですよ。もちろんケーキに乗ってるものも残してくださいね。またダーニャに会えると思うか？もちろんだ。そうか。でもあの時に言いかけた言葉って、もしここが自分に合わないと思ったならいつかの続きは一体何なんだ？今は内緒だ。